こんにちは、ルイカと申します。以前、検索できるプルダウンの作り方をご紹介いたしました。このような感じで、選択したい候補の一部を入れると、その文字を含むリストだけが表示されるようになります。その動画のコメント欄などで、複数のセルで検索するにはどうすれば、といったご質問をいただくことがありましたので、今回は、この検索できるプルダウンを、複数のセルで実現できるようにいたします。フィルター関数を使いますので、スピルを使えるバージョンの Excel 限定になります。もしお役に立ちそうでしたら、高評価やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。まずは以前の動画のおさらいです。この B2 セルが検索できるリストのセルで、こちらの都道府県の列がリストの候補となる大元の値です。漢字だけでなく、ひらがなやカタカナでも検索できるように、こちらの列で、それぞれをセミコロンで区切って連結しています。そしてこちらが、それぞれの行をリストに表示するかしないかの判定列です。true なら表示、false なら表示しないです。判定はこのように、find 関数を isNumber 関数で囲っていて、find 関数は、リストを表示する B2 セルの値を、自分の行の検索する文字列にあるかどうかを判定しています。値があれば、その文字が何番目にあるかの数値を返し、値がなければ、バリューのエラーを返します。ということは、数値が返ってくれば入力した文字が、検索文字列の中にあることになりますので、find 関数の結果を、isNumber 関数の引数にすることで、文字が含まれるかどうかを true、false で返すようにしています。そしてリストに表示する漢字名称と、今の true、false の列をもとに、フィルター関数で、true の行の値だけを表示。文字を入力した B2 セルの入力規則で、リストの元の値をこの D2 セルにすることで、入力した文字を含む都道府県だけのリストになるようにしています。後ろにシャープをつけることで、このセル単独の値ではなく、このセルから始まるスピル範囲の値を指定することができます。ちなみに、シフトと数字の3で表示されるこちらの記号。正しくはハッシュタグなどのハッシュなのですが、シャープの方が伝わることが多いので、シャープとして解説していきますね。これで入力した文字をそのセルのプルダウンリストにすることができましたが、このままでは文字を入力した後、一回一回自分でこのボタンを押さないと候補が表示してくれませんので、VBA で自動的にプルダウンが表示するようにしています。エンターやタブで自分のセルから移動している可能性がありますので、自分のセルを選択し直して、センドキーズで Alt キーを押しながら下矢印を押した時の信号を送信しています。プルダウンが設定されているセルで Alt を押しながら下矢印を押すと、プルダウンを表示させることができるのです。対象のセルでなかったり、候補が一つに絞られているときは、処理をさせないようにしています。これが、検索できるプルダウンの一連の流れになります。これで一つのセルに対してはプルダウンを検索できるようになりますが、これを複数のセルでもやろうとしますと、ちょっと詰まってしまいますね。例えばこちらの表示するしないの、true、false の列は、入力した文字ごとに結果が変わりますので、島と入力したセルでは表示対象の都道府県でも、山と入力したセルでは表示対象でない、ということが起こります。その列を元にしたフィルター関数の結果も、当然入力した値により異なりますし、VBA の方も B2 セルなど直接セルを指定している部分を変更していかなければなりません。VBA の方は後でやるとして、まずはワークシートの複数セル対応を考えてみます。これで一つのセルに対してのプルダウン候補を設定していますので、単純に考えれば、これを全部コピーして、別の場所に貼り付けて、こちらを別のセルの候補とすれば、複数セルでもできそうです。しかしそれでは、候補の元となる値に変更があった場合に、それぞれの候補に同じ変更をしていかなければならず、大変ですし、ミスも発生しやすいです。ということで、これらの列の中で、どのプルダウンでも共通の部分と、プルダウンごとに個別の部分を切り分けて設定をしていきましょう。このようになっていると、
一つの表として連続したデータとなっていなければならないと思いがちですが、別に離れたところにデータがあっても問題はないのです。共通の部分はこちらの名称とひらがなカタカナ、検索文字列ですね。これはどのプルダウンでも共通しますので、一箇所で管理します。逆にプルダウンごとに個別になるのは表示するしないの列とフィルター関数の列です。今回は大元となるリストとプルダウンは別シートで設定してみようと思いますので、こちらのシートに大元となる都道府県のリストを作成して、こちらのシートにプルダウンを設定します。この色がついている4箇所に検索できるプルダウンを設定しますね。このシートをさらに複数シートで使うことまで考えますと、個別にあたる表示するしないの列とフィルター関数の列はプルダウンのシートと同じにしておいた方が管理が楽になります。ということで、プルダウンのセルと表示するしないの列はこのシートにして、元データとなる都道府県の範囲だけ別シートにします。別のシートを行ったり来たりして作業をするときは、並べて表示しておくと便利です。表示タブの新しいウィンドウを開く。これで一つの Excel ファイルが別々のウィンドウとして表示できます。片方を元データのシート、もう片方をプルダウンのシートにしておきます。では一つ目を作ってみましょう。こちらのセルの値がこの検索文字列に含まれるかの判定になりますので、イコールファインド。検索する文字がこちらのセル。対象が大元のこちらの列。コピーしても同じ場所を参照するように、絶対参照にしておきます。カッコを閉じてエンター。スピルに対応していると、自動的にスピルとして表示されますね。こちらのセルの値が含まれる場合は、その文字が現れる数字となり、含まれない場合はエラーとなっています。これを、含まれる場合は true、含まれない場合は false の2種類にしたいので、この find 関数を isNumber 関数で囲みます。これで true と false になりました。山と入力してみますと、山形県や富山県、山梨県などと同じ行が true になっています。カタカナやひらがなでも OK ですので、ひらがなで島と入力しますと、福島や島で広島などが true になっています。これで判定用の列ができましたので、フィルター関数を作っていきます。イコールフィルター。最初が表示する範囲ですので、元データのシートの漢字都道府県の列になります。先頭から最後まで選択して、コピーしてもこの列を参照するように、絶対参照にしておきます。次の引数に、先ほどの true、false を指定しますが、スピルの範囲を選択したいので、式が入力されている先頭のセルを選択して、スピル範囲を表すシャープをつけます。3番目の引数に、該当する行がない場合の文字を指定できますので、ダブルコーテーション2つで、空文字にします。これでエンターを押しますと、今入力している、島がつく県が表示されましたね。他の文字で試してみても、ちゃんと表示されます。存在しない文字だと何も表示されず、値を消すと、すべての行が候補として表示されました。これで良さそうですので、このフィルター関数の結果を、入力したセルの入力規則に設定します。データタブから入力規則。種類をリストにして、元の値がフィルター関数を入力したセルです。絶対参照相対参照はどちらでも良いです。スピルで表示される範囲が対象ですので、シャープをつけてスピル範囲を対象にします。それからエラーメッセージタブのこちらのチェックも外しておきます。このチェックがついていると、プルダウンリストの中の文字しか入力ができなくなってしまいます。これで良いので OK を押しますと、今は何も入力されていませんので、全候補が表示されています。山と入力してプルダウンを表示してみると、山のつく都道府県だけになりました。入力したら自動的にプルダウンが表示されるのは VBA でやりますが、まずは先に今の内容を複数セルに対応させましょう。ではこの内容を
複数セルに対応させますが、先ほどの数式の中で、絶対参照、相対参照をちゃんと設定してあれば、他のセルへの反映はとても簡単です。この2列をコピーして、貼り付け。文字を入力するセルがずれていますので、これを目的のセルに変更します。これだけで、フィルター関数まではできていますので、入力規則の方を変更しましょう。種類がリストで、元の値が今コピーしたところのフィルター関数のセル、シャープをつけてスピル範囲です。こちらのチェックも忘れずに外しておきます。これでできましたので、いくつか試してみましょう。今日だと、東京と京都。ふと入力してみると、福島や福井などの他に、京都府と大阪府も表示されますね。大丈夫そうですので、3つ目、4つ目も作っていきましょう。目印用に色でもつけておいて、コピーして貼り付け。検索するセルを変更。そして入力規則の元データを変更です。大丈夫ですね。4つ目も同様です。できました。これで複数のセルで検索できるプルダウンになりましたので、次は文字を入力したら自動的にプルダウンが表示するようにしましょう。ここからは VBA になります。内容は冒頭に解説しましたので省略しますが、これが一つのセルの時の処理ですので、これを複数セルでも機能するように変えていきます。効率の良い書き方もありますが、まずはベタに書いてみましょう。こんな感じですね。まずはプルダウンのセルでない時は終了しています。次に、プルダウンのセルごとに自分のセルの値とフィルター関数のセルの値が同じで、フィルター関数のセルの一つ下が何もない時は候補が一つに絞られているので終了しています。これで動くはずですので、試してみましょう。一つ目のプルダウンで、山と入れてみます。山形や富山など、山のつく県が表示されました。二つ目に、カタカナで、岡と入れると、静岡、岡山、福岡が表示されます。3番目のプルダウンもちゃんと表示されますし、4番目も大丈夫ですね。これで複数セルでの検索プルダウンができました。ポイントとなるのは、このように一つの表の状態になっていたところから、共通部分と個別の部分に切り分けたところです。このように一つの表があると、続けて一つの表として作らなければと思いがちですが、分解して離れた場所から参照しても特に問題はないのです。さてこれでとりあえず動いてはいるのですが、このまま実際に使うとなると保守性が若干弱いものになります。例えば行の挿入などをしてセルの位置が変わった場合、ワークシート上のセルの参照などは参照するセルの位置も自動的に変わって目的のセルを問題なく参照できますが、VBA では直接セル番地を指定していますので、正しく機能しなくなってしまいます。行が挿入されて、プルダウンのセルは B の3や D の3になっていますが、VBA の方はこの文字列が勝手に変わったりしないので、正しく処理はされません。他にも元のリストが増えたりした場合は、その範囲を参照している箇所をすべて変更する必要があります。ということで、セルの位置が変わっても VBA が正しく機能することと、元の表に増減があっても自動的にその範囲を参照するようにすることの2点を追加で行います。まずは VBA の方です。セル位置が移動したら、プログラムが正しく機能しなくなるのは、このようにセル番地を直接指定しているからですね。ということで、セル番地を直接指定しないように変えていきます。こちらのターゲットが変更があったセルというオブジェクトになりますので、これを利用すればできそうです。こちらが変更後、こちらが変更前です。まず最初に、ターゲットのバリデーションのフォーミュラ1の値をリスト先頭という変数に入れています。ターゲットは変更のあったセルのレンジオブジェクトで、例えばこちらの B2 セルを変更したら、
B2 セルになります。そのターゲットのバリデーションは入力規則のことで、フォーミュラ1はこちらの元の値です。この文字列を変数に入れていますが、入力規則のリストで元の値が設定されていないセルだとエラーになりますので、エラートラップをしてエラーの場合は終了しています。エラートラップとはまでお話しすると長くなりますので、処理の概要だけお話しいたしますね。これがエラーになるということは、入力規則のリストが設定されていないということなので、プルダウンの表示対象ではありませんので、終了します。先ほどの処理では、この部分に当たります。取り出した入力規則の元データは、イコールから始まって、シャープまでの文字列ですが、このように G2 などの文字として使いたいので、不要なイコールとシャープを空文字に置換で削除しています。絶対参照のドルマークはあっても問題ないので何もしていません。これで、このセルの入力規則の元データに設定されている G2 や J2 という文字。実際のセルですと、フィルター関数の先頭セルの番地が取得できましたので、これを使って、プルダウンから選ばれたかどうかの判定をいたします。フィルター関数の先頭のセルが入力したセルと同じ値で、先頭のセルの一つ下が値なしということは一つに絞られたことになりますので、プルダウンは表示せずに終了しています。ここまでで終了していなかったら、入力したセルを選択してプルダウンを表示させます。セル番地を直接指定するより少しわかりづらくなっているかもしれませんが、この後検索プルダウンが増えたとしても VBA の方は変更しなくて済みますので、試してみてくださいね。ちなみにこのプログラムでは、シート上にある入力規則のリストが設定されているセルは、すべて検索用のプルダウンであるという前提になっています。もし検索プルダウン以外のプルダウンもシート上にある場合は、そちらは対象外にするなどの処理も必要になります。それから、都道府県の例の場合は発生しませんが、例えばある文字と、その文字を含む別の文字が候補としてある場合、短い方の文字をプルダウンから選択しても、長い方の文字がまだ候補として存在するため、プルダウンが表示されてしまいます。フィルター関数の一つ下のセルが空文字という条件を除けばプルダウンは表示されませんが、そうすると、今度は候補が他にあるのにプルダウンが表示されないという状態になってしまいます。これを解消するのはなかなか難しいですし、今回の話の主題ではないので、とりあえずそのままにしておきます。では VBA はこのくらいにして、次は元のデータが増えた時に自動的に反映するようにします。都道府県が増減することはめったにありませんが、製品のリストなどで使う場合は、増えたり減ったりしますので対応しておきましょう。これはテーブル機能を使えば簡単です。テーブルは参照の仕方が独特だったりと苦手な方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり便利ですので、ぜひ使っていきましょう。元データのセルを選択して、コントロールと T キー、または挿入タブからテーブルです。先頭を見出しとして使いますので、こちらにチェックがついていることを確認して、それから範囲もちゃんと確認して、OK です。この後数式の中で、このテーブルの名前を使いますので、それらしい名前をつけておきましょう。テーブルができましたので、これを使って数式を変更していきます。find 関数の中で、検索する範囲の部分がテーブルに置き換わりますので、この部分をテーブル名に変更ですが、必要なのはテーブル全体ではなく、この検索用という列だけですので、テーブル名の後ろに列名を指定します。テーブル名に続けて大括弧、キーボードのアットマークの右のボタンになります。これでテーブルの中の候補が出ますので、検索用を選び、タブキーです。大括弧の閉じる方、キーボードではアスタリスクの一つ右のキーです。これでできましたので、フィルター関数の方も変更しましょう。ここの元データで始まるセル範囲をテーブルに置き換えますので、テーブル名にして、この数式では漢字名称を使用していましたので、テーブル名に続いて大括弧、漢字のタイトルである名称を選んで、タブで確定。
終了の大括弧でエンターです。できましたので、試してみましょう。今は元データの値が同じなので、先ほどと違いは出ません。島と入力すると、島のつく県が出ますし、山と入力すると、山のつく県が出ます。では元データの方に値を追加してみます。こんな感じで適当にダミーデータを追加してみました。プルダウンの方で今追加した名前が含まれる文字を入れますと、プルダウンの候補として表示されました。もう一つの方の文字を入力しても、候補として表示されますね。大丈夫そうですので、これを他のプルダウンにも反映させていきます。スピルになっていますので、先頭の2列だけコピーすればよいので、選択してコピー。貼り付け。プルダウンを参照している部分は直接変更します。これで2つ目もできましたので、同様に3つ目、4つ目を設定します。試してみますと、コピーしたプルダウンも追加した都道府県が候補として表示されますね。これで元のデータが増えても自動的にプルダウンに反映しますし、プルダウンを増やすときも最小限の労力で済むようになりました。すでにあるプルダウンのセルをコピーして貼り付け、こちらの2列もコピーして貼り付け、プルダウンのセルとして指定しているセルをコピーしたセルに変更。プルダウンのセルの入力規則をこちらのフィルター関数の先頭に変更。これだけで検索プルダウンを増やすことができます。ここからさらに効率よくすることもできます。フィルター関数で使用しているこの範囲は、こちらのセルの数式を指していますので、この数式をコピーして、この部分と差し替えれば、一列で表現することができます。さらに、数式の中にセル参照があると修正が大変ですので、参照するセル名を文字列として管理すると、変更があった時に便利です。このような感じですね。ただあまりやりすぎると、数式が難解になってしまいますので、複数列使えるのであれば、複数列使った方が保守がしやすくなると思います。ということで、検索できるプルダウンを複数セルに設定する方法でした。ポイントとなるのは、共通部分と個別部分を分けるという考え方ですので、ぜひご自身の環境に合わせてやってみてくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。